こんにちは、フォトグラファーの小室美穂です。今回はこちらのカメラ ZFC を持って様々な被写体を撮影していきたいと思います。今回一緒に撮影してくださるのは水木さんです。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずはこちら箱根ガラスの森美術館で撮影してみましょう。ここは素敵なお庭があったりとか被写体もたくさんあるので、そちらで撮影を行っていきたいと思います。では早速撮影してみましょう。はい。ではまずはオートモードで撮影してみましょう。オートモードはこちらの左側のレバーを緑色のオートっていうところまで合わせていただきます。そうするとオートモードに変更することができるんですけれども、このオートモードは被写体に合わせて自動的に設定を変えてくれるんですね。なので難しいと思われがちな設定も簡単に行うことができるので、どんな被写体も綺麗に撮ることができるんですね。なのでまずはこのオートモードで撮影を行っていきます。で次にですね、こちらの液晶なんですけども、こんな風に様々な角度に曲がるんですね。こんな風に、なので自由な高さでの撮影が可能になってくるんです。ちょっとやってみますね。例えばこんな風に液晶を曲げていただくと、低い位置だったりとか、あとは高い位置だったりとか、液晶が見にくいようなシーンとかはこんな風に稼働していただくととても見やすくなってきます。あとはですね、高い位置で撮影する時とか低い位置で撮影する時にシャッターが押しにくいようなシーンはタッチシャッターがおすすめです。タッチシャッターはですね、画面上の被写体をタッチします。そうするとその被写体にピントを合わせてくれるんですけれども、この手を離すと自動的にシャッターを切ってくれるんですね。すごい。とても便利ですよね。まずはこの設定で撮影をしてみましょう。Check for this icon in the monitor before using the touch shutter. This icon means that you can use both the touch shutter and touch AF. The icon changes each time you tap it. お花がとても綺麗ですね。でこんな風にお花がたくさん咲いている時は一つ撮りたい被写体を見つけてあげるのが大切なんですね。でいろいろなアングルで撮影していくと背景が変わるんですけども、まずはこんな風に液晶を傾けていただくと、お花の背景が空になりますね。あ、背景が変わるだけで全然雰囲気が変わりますね。横だけじゃなくって縦で撮影する時も便利なんですね。そうそう、すごく上手ですね。こんな感じで傾けていただくと、下から撮影する時に無理のない姿勢で写真を撮ることができますね。すごい綺麗ですね。キラキラ。キラキラですね。じゃあこのキラキラ撮影してみましょうか。このキラキラ感をどう生かすかがポイントになってくるんですけれども、ちょっと見てください。こんな感じで、これが普通に撮ったのと、これがズームしたんですね。なるほど。ここの部分を回していただくと、数字がちっちゃいと広い範囲が映って、で数字が大きくなると狭い範囲が映るので、そうするとキラキラ一粒一粒がすごい大きく映りますよね。綺麗。綺麗ですね。では美術館の中にやってまいりました。すごい素敵じゃないですか。素敵ですね。なんかベネチアに来たみたいな雰囲気があっていいですね。じゃあこの中の雰囲気を生かしながら撮影を行っていきたいと思うんですけど、今からホワイトバランスという機能を使っていきたいと思います。ホワイトバランス。はい。ホワイトバランスというのは被写体の色をしっかりと出したい時だったりとか、色味の変更を行いたい時に使うことができる機能なんです。ちょっとね分かりにくいと思うので、まずは見ていただきます。はい。まずこれがオートの白を優先する。これがオートの雰囲気を残す。そしてこれがオートの電球色を残すという設定で撮影した写真です。
どうですか？全然雰囲気違いますね。違いますよね。どの雰囲気が好きですか？やっぱこれが一番、やっぱ電球のこの温かみのある雰囲気があった方がいいですよね。じゃあまずはこの電球の温かみを生かすことができるこのモードにしながら撮影をしていきたいと思います。To take photos at different white balance settings, use the mode selector to choose a mode other than auto. And then choose the desired setting using white balance in the eye menu. Highlight Auto and press the multi-selector down to choose from these 3 auto options. シャンデリアがすごい綺麗ですね。綺麗ですね。はい、じゃあ先ほどねホワイトバランスを電球色を残すに設定ができたので、はい、このシャンデリアを撮影してみましょう。はい、1枚じゃあ撮ってみましょう。はい、このシーンはやっぱり電球の色の温かみが出た方が、シャンデリアの美しさが伝わりますね。はい。このオブジェがすごい綺麗ですね。これもまた綺麗ですね。じゃあこのシーンはもっと色を変えながら撮影をしてみましょう。アイボタンを押してホワイトバランスに入ります。でそこから晴天、曇天、晴天日陰、電球、蛍光灯っていう風に色味のね変更を行うことができるので、この辺で撮影を行ってみましょうかね。はい、これで自分の好きな色合いにしながら撮影してみましょう。自由でいいんですか？どうぞ。ここはじゃあ好きなように。蛍光灯、すごい綺麗ですね。綺麗ですね。蛍光灯だとこのシーンはピンクっぽくなってくれるので、なんかすごく幻想的ですね。はい、見晴らしのいい場所にやってまいりました。いやー、めちゃくちゃ眺め綺麗ですね。綺麗ですね。絶景ですね。でこんな風に風景を撮影するときにおすすめのテクニックご紹介したいと思います。まず一つ目はですね、ピクチャーコントロールという機能なんですけれども、ピクチャーコントロールの風景っていうのを選んであげると、緑だったりとか青だったりとか風景によくある色をですね鮮やかに表現してくれます。あとはですね、被写体の細かなディティールをよりシャープに表現してくれるので、鮮明な風景写真を撮ることができるんですね。実は先ほど撮り比べてみたんですけれども、まずこれがピクチャーコントロールのスタンダードで撮影した写真、そしてこれがピクチャーコントロールの風景で撮影した写真です。全然違いますね。やっぱりこの下のグリーンの部分が鮮やかになったりとか、空の部分の色が出ることによって印象がだいぶ変わりますよね。あとは風景を撮影するときに便利な構図をご紹介したいと思います。それが3分割構図という構図なんです。画面を横に3つ分割します。でそこに水平線を配置してあげるとバランスが良くなるという構図なんですね。先ほどねちょっと撮ってみたんですけれども、空の比率を2で地面の比率を1、もしくは地面の比率を2、空の比率を1にしたもので撮影してみたんですけども、空の比率が多いと空が際立ってきますし、地面の比率が多いと地面が際立ってきて芝生のグリーンが目立ちやすくなってきますよね。っていう風にどちらかを多めにしてあげると自分が伝えたいものっていうのが伝わりやすくなってきます。確かに。ということで今からこのピクチャーコントロールとあとは構造を意識しながら撮影してみましょう。はい。To take photos using different picture controls, use the mode selector to choose a mode other than auto. And then go to Set Picture Control in the Eye menu. Highlight the desired effect and press OK. どうですか？どうでしょう。お、下の芝生のところとか綺麗ですね。綺麗。
風景撮るときに、はい。この何もない状態で撮影するよりもこんな風に葉っぱをフレーミングさせながら撮影すると奥行き感が出るんですよ。こんな全然違いますね。ちょっとね前の葉っぱを生かしながら撮影してみましょうか。どうですか？お、めっちゃいいですね。じゃあ次はワンちゃんを撮影してみたいと思います。いや、ワンちゃん、私も飼ってるんですけど、やっぱ撮るの難しいですよね。そうなんですよね。ワンちゃんってちょっと失敗しやすい被写体の一つなんですよね。どういうところがやっぱ難しいですか？やっぱ動き回るのでピントが合わないっていう。あ、なるほど。じゃあ今回はワンちゃんの目にしっかりとピントを合わせられるような機能をご紹介していきたいと思います。じゃあ早速ドッグランでワンちゃん撮影してみましょう。はい。To photograph dogs or cats in motion, navigate to the Eye menu and set AF Area Mode to Auto Area AF, Animals, and Focus Mode to AFC. The camera will automatically detect and focus on the faces or eyes of dogs and cats. Focus tracks subject motion while the shutter release button is pressed halfway. かわいい。かわいい。お、ちゃんとワンちゃんの目にピントが合ってますね。まつげまですごいシャープに映ってますね。あとはちょっとね低い位置から、はい。水平アングルっていうんですけれども、被写体と同じ位置から撮影してあげると背景がはい。映ってくるので、なので上からとあとは水平アングルもちょっと試してみましょうか。水平アングル。よしちゃん。よしちゃん。せっかくなので広いスペースで素早く動くワンちゃんを撮ってみましょうか。はい。でここでこの望遠ズームレンズというのに付け替えたんですけれども、望遠ズームレンズは少し離れているワンちゃんも大きく映すことができるので撮影がしやすいんですね。はい。で素早く動く被写体を撮影するときは2つの設定が必要になるんですね。まずは1つ目はモードになります。S モードに設定していただくんですけれども、S モードというのはシャッター優先オートになります。なので、動く被写体をどう表現したいのかっていうのをここで表現することができるんですね。今回は被写体の動きを止めたいので、はい、シャッター速度を速くしていきます。S モードにして1000分の1以上の設定にするのがおすすめです。あともう一つ高速連写の設定ですね。レディーズモードで高速連続撮影っていうのに設定していただくと素早く動く被写体を細かくね撮影することができるので連写の設定にしていきます。To enable high-speed burst photography, go to Release Mode in the Eye menu and select Continuous H. そしたらワンちゃんの表情が伝わりやすいように、少し低い位置から撮影をします。はい。じゃあお願いします。ピント合わせ続けてくれてますね。走ってるワンちゃんだったりとか動いてる被写体って最初は難しいって感じられるかもしれないんですけれども、躍動感のある写真を撮ることができるのでぜひチャレンジしてみてください。はい、先ほどの高台から芦ノ湖のほとりにやってきました。昼間とはまた違ってすごい雰囲気いいですね。そうですね、ちょっと幻想的になってきましたね。で今から夜景を撮影するテクニックご紹介していきたいと思うんですけれども、白母の時間帯がおすすめなんですね。はい。
少し薄暗い時間帯がおすすめで、そのトワイライトって呼ばれる時間帯なんですけれども、撮影することができる時間帯って15分とか20分しかないんです、はい、なので今みたいに明るい時間帯にまずは設定から終えておきたいと思います、で暗い時、夜景を撮影する時は A モードで撮影を行います。できる限りシャッター速度を稼ぐために、F 値は一番小さく設定をしていきます、次に手ブレを防ぐために感度自動制御はスルに設定をしておきます。でそうすることによって光源に合わせて ISO 感度を自動的に設定を行ってくれるんですね。そうすると手ブレを防ぐことができます。はい、ではその設定で今から撮影を行っていきたいと思います。To enable auto ISO sensitivity control, navigate to ISO sensitivity settings in the photo shooting menu and select On for auto ISO sensitivity control. いい感じに暗くなってきましたね。そうですね、雰囲気出てきましたね。そしたらピクチャーコントロールモードでビビッドの設定にしてみましょうか。はい。でもう一つホワイトバランス、ここを太陽のマークにしてみましょうか。晴天ですね。はい。でこの状態で撮影すると、より青さとあとは奥に見える電球の色、両方とも引き立てることができるんですね。なのでトワイライトはこの設定がおすすめです。はい。はい、今日は一日でいろんな被写体撮影しましたね。一日撮影してみていかがでしたか？いや、最初は慣れなくてすごい戸惑いもあったんですけど、慣れてくるとすごく簡単で、初心者の私でも綺麗な写真をたくさん撮ることができたので、すごく感動しました。よかったです。なんか撮影してる姿見ててもすごい楽しそうでした。めちゃくちゃ楽しかったです。ぜひ皆さんも ZFC で写真撮影を楽しんでみてください。